摩沖の友達よ。雑魚は突っ込んでろ。突撃、左翼は戦車、サクッとやっつけちゃいましょう。はい、右翼と確保現状、マイル。めちゃくちゃだな、あの突撃力。声量の時もすごかったけど全然別物だよね。あれ、お、馬長日記。お前清涼にいた曹操の部下の。ってことはあのリンリンちゃんみたいなちびっこもいるの？それキーに言わん方がええで。まあ義の全軍だもんな。お前がいるのも当たり前か。そういうこっちゃ。春蘭様、馬長を見つけましたで。ってあんたが戦うんじゃないのか？うちが金馬長とやれるかいな。ならあなたの首だけでも。どわなんてな。なんだそりゃ。勝てんのはほんまやけど時間稼ぎくらいはできるんやで。どりゃ何この音。この子たち怯えて。どうや。はあ。どわ、なんや今の。水さん大丈夫ですか？あ、周隊か、助かった。しかしこちらももう限界です。ノンさんが撤退して蓮華様たちの二陣に合流するようにと。他のみんなは？紫春殿がしんがりを務めるそうです。お早く。わかった。あんたも乗りな、周隊。戦場を突っ切るならそっちの方が早い。はい。みんな撤退するよ。ああ、もうちょっと待っとって。魔王、馬長はどこだ？ああ、今ちょうど入れ違いで撤退を。何？ならば追うぞ。ついてこい。ね、無茶言わんといてください。馬で逃げた馬長に追いつけるのなんて姉さんくらいのもんや。なら追撃部隊を組織する。シアかキーを呼んでこい。こんなところにおった。春蘭、魔王。ああ、シア、ちょうどいいところに。今から敵部隊を追撃するぞ。付き合え。やれやれ、カリンの言う通りやな。春蘭、こっちも本隊に合流や。一度戻り。なんだと？今なら敵将の1人や2人たやすく討ち取れるというのに。文句ならカリンか軍師ちゃんたちにいいや。
うちに言われたかてどうにもならんわ。なんだと？視野の機動力なら撤退したばかりのあやつらに追いつくことなど造作もなかろう。ここまで万全な体制を整えていた連中のことだ。逃げた先には別動隊が待ち受けてるに決まっている。そんなものは行ってみなければわからんだろうが。カリン様は本郷、貴様のような臆病風に吹かれたりはせん。無謀な突撃で犬死にするくらいなら、臆病風に吹かれて気を伺った方がマシだとは思わない？カリン様！作戦会議は終わったのですか？ええ、後で説明するわ。カリン様！私の意見もシュウランやカズトと同じよ。逃げる先のない蜀はこれから死に物狂いで牙を向いてくる。それを全て制するためにはこんな入り口で大きな消耗を出すわけにはいかないの。分かってくれるわよね？はあ、承知いたしました。ただ煮え切らない春蘭の気持ちもわからないではないわ。これから夕食に必要な食料の調達部隊を出すのだけれど、指揮を取ってくれるかしら？糧食に余裕がないのですか？節約と気晴らしの一環。あなた以外にも割り切れていない子たちがいるようだからね。はあ。春蘭様、一緒に行きましょうよ。この時期ならイノシシやシカもたくさんいますよ。クマやトラはいるか？多分いると思いますけど。ならそやつらをぶちのめしてこの憂さを晴らしてくれる。キー、ついてこい。そうね。まあキーならうまく御してくれるのではないかしら。それよりカリン様、今夜の宿営の展開についてですが。ここにしましょう。このまま前進する方が危ないわよ。下がればまたここに陣を張られるし、この先もまた細い道になっているようだしね。そういうことよ。あなたがさっき言ったばかりよ、カズト。なら公平に命じて宿営を展開させます。ただし見張りはいつもの3倍に増やしておきます。よろしいですか？それでいいわ。あとルルを呼んできて。違うわよ。春蘭とキーがとびきりの肉を買ってきてくれるのだもの。叶うなら腕のいい料理人の調理で食べたいじゃない？追撃はなかったか。それなりに相手は引きつけたと思っていたのですが、申し訳ありません。構わない。ここは相手が一枚上手だったと見るべきでしょう。そうそうと直接まみえるのは初めてだけど、姉様が言った通り油断できない相手のようね。どうするんだ？この間合いなら野襲もかけられるんじゃないか？
ここで引くような相手なら夜の警戒は今以上に気を配るでしょう。逆に待ち伏せをされている可能性もあるわ。レンファ様、艦長からの報告で曹操が周囲に大量の兵を放ったそうです。兵を？どういうことかしら。手に弓や槍を持ち、完全武装で殺気をまき散らしていたとか。見つかった瞬間撃ち殺されるかと思ったそうです。晩ご飯のためにイノシシでも取りに出たんじゃないのかな。曹操ってイノシシが好きそうだし。戦場でか？そんな非常識な。こちらの偵察を潰す気だったのでしょうか。それは曹操に聞いてみなければわからないわね。いずれにしてもここは引きましょう。夜襲もかけられずにここで待っているだけでは体力を無駄にそがれるだけよ。だな。決戦は次に持ち越しか。